こんにちは、普通の人です。ある視聴者の方から、両親がいるようなのに、その状況で助けてくれなかったですか？私だったら娘に駆けつけると思うんだけど、という質問があったので回答します。両親は二人とも韓国にいて、コロナのせいで来たくても来られない状況でした。私は日本に縁のある人もあまりいなく、友達に助けを求めることもできませんでした。本当に辛い時期でした。日本になると二人で来て、いや、犬一匹も一緒に。こんなことになるなんて。韓国にいるお母さんもすぐに駆けつけたがってたんですけど、コロナのせいで出入りが閉鎖されていました。特に韓国から日本への入国が不可能でした。毎日フェイストークで状況を伝えてはいたし、私が避難した後は少し安心してくれました。今でも母は毎日後悔しています。当時結婚を止めるべきだったと。なるが恋愛中にずうずうしく、娘の家に居候する時からかなり心配だったそうだけど、娘の選択を尊重したことを今は逆に後悔し、ご自身のせいだと言っているぐらいです。そして今私はこんな狂った状況に置かれ、ガスライティングを受けていたり、奇怪なパフォーマンスや暴言暴力に耐えながら生きてる間に、病気にならなかったっていうことが幸いだと、本当に幸いだと言っています。お母さんという存在は世の中のすべての代わりにはできるけど、世の中のすべてはお母さんの代わりにはできないと、最近のドラマ悪い母で出たセリフを引用してみます。前回はナルの地獄から永遠の脱出を試みました。ゲストハウスのおばさんと出会い、3日後には帰ろうと思っていたけど、おばさんとお母さんの説得で、おばあさんのお家で過ごすことになり、不動産のおじさんのお手伝いで、一緒の家に継続して住んでいるナルに、契約者が解約すると通知をし、急いで引っ越しの準備を始めました。犬たちを救出するためでした。犬たちの散歩に行くために家に寄ったんですけど、ナルが犬たちの排泄物をそのまま庭に放置していました。毎度私が片付けていたんですが、ナルがちゃんとケアしてくれていない様子でした。こいつに犬たちを預けていることが心配で、私の心はさらに焦りました。引っ越しと犬の救出、接近禁止命令や保護命令、すべて同時に進めなければなりませんでした。コロナの影響で週に4日は在宅勤務ができたので、幸い休暇を取るのは容易でした。母は日本に来ることはできなかったけど、コロナのおかげで業務とプライベートな仕事を柔軟に対処することができました。1週間で合計3軒の家を見学しました。条件は大型犬多頭飼いか、たった一つでした。一戸建てマンション、アパートは問いませんでした。ところで難しいと言われていた大型犬2匹かの物件が意外とたくさん連絡をもらいました。不思議でしたね。みんな大変難しい条件だと口を揃えて言ってたのに、最近出た物件だとメールや電話を結構もらいました。ここなら紹介できそうなので見学可能な時間を教えてくださいと言われ、今すぐ可能です、と、仕事は時給などを取り、横浜に行ったり、高尾に行ったり、また高尾に行ったりで、大変忙しかったです。横浜の物件は一戸建てで、大家が手前の建物でコーヒーショップをやっているそうでした。結構古かったけど、なんとなく気に入ってて、広い庭もあり、フェンスを設置すれば、子供たちを走らせる物件でした。見学を終え、コーヒーを飲みたくなり、コーヒーショップに入りました。そこで出会った中国人の方が、その物件の大家さんの奥さんでした。大家さんが建築家で、自分の家はここだと。カフェとつながっているとても大きくておしゃれな建物が、この夫婦の家だったとは、驚きでした。その中国人の、これから友達になれるかもしれない、という言葉に、私のソロライフと犬2匹との生活に希望の光が差すのを感じられました。そのまんまその物件の申し込みを入れておきましたが、結局は次の日訪れた高尾のマンションに決めました。なぜなら、もしかしたら、ナルが恨みを持って追っかけてきた場合、古い一戸建てのセキュリティは心配だったからです。
そしてこれから一人で暮らす家なので、せっかくならロビーにパスワードがかかったマンションの方がいいと思いました。このマンションは実際どの不動産アプリのウェブサイトにも掲載されていない状態でした。前に連絡を入れておいた不動産屋さんから、実はまだサイトに掲載してないんですが、急いでるようだったので、このマンションの管理会社に連絡してみたら、見に来てもいいし、すぐ契約してもいいって言っていました。滞在してるところから近かったので、すぐに見学に行きました。前日に見た物件はすぐにキャンセル。ここに申し込みを入れました。なぜなら息子の方、黒い犬の走る姿がもう目に浮かんでいたからです。会社からは少し遠いですが、始発終点だったし、座っていくことができるというメリットがありました。しかし駅から歩いて30分、バスやバイクで7分というのが少しデメリットでした。でも毎日会社に行くわけでもなく、私一人が少し犠牲すれば良いと思いました。たくさんの散歩スポットがあるこの場所で子供たちが幸せになれるだろうから。2月末に予定していた引っ越しも管理会社のおかげで少し早めることができました。2月14日に見学の日から11日後でした。これからは引っ越し当日に犬たちをどのように連れてくるかが課題でした。まずは犬たちを車に乗せて散歩に行くことを試しました。それは可能でした。しかしなるは寝ている時間だったにも2階の寝室から降りてきて、犬たちと散歩に行くのと聞いてきたり、なるが急に警戒し始めました。なるに目を合わしたくもないのに、犬の散歩のために毎日遭遇しなければいけない数日間は、とても怖くて不安な気持ちでいっぱいでした。引っ越しの日よりもっと早く引っ越しできないか尋ねたら、2日は早めることができると、2月11日から可能だと言われました。ゲハのおばさんには1ヶ月滞在ですでに3万円支払い済みでしたが、私はできるだけ早く犬たちと一緒に暮らしたかったです。実際この犬たちは犬というよりも私の子供たちでした。2月10日午後4時頃、なるからメッセージが来ました。私はオンラインミーティング中だったので30分後に気づきました。外出してきたらキッチンにまた入ったよ。玉ねぎを食べた。玉ねぎ食べたら危険。どんだけ食べた？量は？どんぐらい食べた？知らない。一旦手の届かないところに置いた。病院に連れて行くレベル？心配だけど。さあ、玉ねぎ食べると大変。毒だよ。病院連れてく？吐かせないと。2匹とも食べた？2人とも家にいない隙に。2人とも家にいない隙って。こっちは避難中であろうが。やはり責任転嫁をするなるでした。急いで運転して家に着きました。犬たちを連れて近くの動物病院に向かう7分の間、この子たちに何かあったらどうしようという不安もありましたが、明日から高尾のうちの契約が廃止だから、不動産に事情を話して何時間か早く入居してもいいですかって聞いてみようかな。そうすればこのまま子供たちを救出できんのに。前家を案内してくれた常駐してる管理人のおじさんに電話でもかけてみようかな。かける。今こんな状況で申し訳ないんですが、明日から契約開始日なんですけど、数日間早く子供たちだけでも連れて行ってもいいですかねと尋ねたら、いいよ。管理人のおじさんの明快な一言。結局2匹の犬たちは応答を引き起こす処置をしてもらい、解毒剤として炭を与えてくれました。そして2匹とも無事でした。その日は何もない部屋で、寝袋を敷いて、犬たちと幸せな夜を過ごしました。次回は私が引っ越しをする過程、なるの引っ越しについてお話しします。なるがもしもそのまんま、その家に住み着いて出てくれなかったらどうしよう。引き続き心配と不安の連続でした。家をすべて整理するまで終わったわけではなかったです。次回はこの状況についてお話しします。